んにちは、ハイジーです。というわけで、なんとこのハイジー名作劇場のチャンネル登録者数が60万人を突破しました。皆さん本当にありがとうございます。というわけで今日はこちら、いきなりステーキさんにやってまいりまして、僕がこれまで食べた一番大きいサイズが 300g のステーキだったんですけども、今回は60万人にちなんで 600g いってみたいと思います。ちなみにどのステーキを食べるのか問題なんですけれども、このように美味しそうなステーキがバーって並んでるんですけれども、前回食べたのがこちらビーフロースステーキですね。で今回は一番厚みが出ると言われている US ヒレステーキの600をいきたいと思います。すいません、 US ヒレステーキの 600g お願いします。はい、かしこまりました。はい、うわドキドキすんな。少々前後してしまいますのでご了承お願いします。はい、めちゃめちゃぶっとはい、うーわ 335g よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。こちら焼き加減はレアがおすすめでございます。はい、レアでじゃあお願いします。ありがとうございます。すごいな。で今のこう割ったってことですね。本当はこうなってたのをこう開くんですね。あーこんなお肉見たことない。僕の肉育ててくれてる。もうワクワクしかないよ。もうわで油で、はい、仕込んでくれてますね。うわー、来た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 。でかっでかっ、太、そしてでか太。おにゃんこクラブの斉藤真彦さんの眉毛より太いんじゃない？これ相当よ。これ今回皆さんにじっくり見てもらいましょう。この美味しそうな状況。はい、音まで弾けたらいいんだけど、音出てる。あ、隣の肉が音出してくれた。ありがとうございます。表面のペッパー的な感じもいいね。うわー、見てられる。いいね。ちなみに今回はもう600ということで、私ご飯は注文しておりません。もうご飯なしでお肉との個人面談を楽しんでいきたいと思うんですけれども、いやもう今のグニグニ感もめちゃくちゃ美味しそうだったな。ちょっとそこの方がちょっと火が通ってきた。これはい、これあ、火が通ってきた。あ、ひっくり返すよ。ちょっと移動した感じ。多分火加減があるんでしょうね、場所によって。来るか来た。はい、1本うまそう。ヒレステーキの 635g で、はい、ブロッコリーでございます。ありがとうございます。ホットソースが一番おすすめです。そうですね、こちらが一番スタンダード。わかりました。ありがとうございます。はい、お願いします。いただきます。うわー、待て、とんでもない迫力で、ブロッコリートッピングにしたはずなんですけども、ブロッコリーないじゃんって思いますよね、皆さん。ブロッコリーないんですけども、一見ね、こっちに隠れてるの。かくれんぼしてたブロッコリーがまさかの。いただきます。どうしよう、ちょっとテンパるね、これね。テンパっちゃうわ。まずどうしたらいいか分かんなくなっちゃう。なんかさ、すごいさ、歌いたい曲がいっぱいあってカラオケ来たはずなのに、でかいリモコン手にしたら、あれ何だったっけ、何歌いに来たんだっけって分かんなくなっちゃう。あの感じあるじゃん。それに近いような断面素敵で分厚。いや、これは素敵な断面。まずは私オンリーわさびでいってみたいと思います。あれ、いつもの感じのわさびの量にしちゃったけど、一切れがでかいから、こんだけお肉がでかいとついついワンカットもでかくなるね。ではいただきます。うまい。これも美味しいっていうか、やっぱうまいがあるね、表現としては。うまいだわ。いや、肉しくってヒレステーキ、脂身はそこまでないはずなのにジューシーで柔らかくてめちゃくちゃ美味しい。いいとこ取りで、今ワンカット食べましたけれども、まだまだでかい。半端じゃなくでかい。そこら辺のお弁当箱には入りきんないでかさがあります。でも逆にお弁当箱の蓋開けたらこれが1枚丸々入ってたら、それはそれでテンション上がるね。そのびっしりステーキもいいよね。でこうさ、今びっくりしたのよ。だって普通のさ、太さでこうやって切っちゃうと口の中の
パンパン具合が半端じゃないから 600g も割ると割とこうやって細い感じで切って、でもすいません、でかい、これでもでかい、十分でかい、半端じゃないボリューム。もう今日は佐久間さんすいません、ボリュームです。では次はおすすめのこのホットステーキソースを振ってからちょっとかけてみましょうかね。よいしょ、トロントロン、おいしょおいしょおいしょ、あ、出た、はいはい、じゃあソースにこうつけて、どうなんの？いや、たまったもんじゃない。たまんない。すみません、たまんないっていう表現よりももっと上の表現しようかと思って言葉足してみたら変な感じになっちゃったっていうパターンなんですけども、ほんとたまんない。どんだけ口の中喜ばしてくれるの。ソースがもう醤油ベースなんですけれども、ステーキの旨味を完全に引き出してる。完全にセンズだよ、センズ。そもそものポテンシャルを最大限まで引き出してくれるっていうすごいやつ。じゃあ今度はわさびをのせつつ、まだプレートに残っているソースをいただきつつ、これでいかがでしょうか。これだ、1個の世界が出ました。これです。ホットソース&わさびの組み合わせ最高でした。ホットソースがお肉の旨味を引き出して、わさびがキュッと締めていい部分を強調してくれるみたいな。で、何気にお肉の主役感がすごすぎて玉ねぎがあることをすっかり見えてなかったんですけども、玉ねぎも乗せたりして一緒に食べていくのはどうでしょうか。いやー、美味しい。結局さ、何でも合うことが分かっちゃうよね、こうなるとね。どんなコーディネートしてもその人が来たらおしゃれに見えちゃうみたいな、そのおしゃれな人みたいなお肉、こっちじゃさーっと、待って、ただこのガーリックバターを今伸ばしてもうどんどんテンション上がってきたんですけども、ブロッコリーに全く手つけてなかった。いつもこんなにブロッコリー好きだって言ってるのにごめんなさい。ブロッコリー食べましょう。ちょっとなんかライブとかでいつも出待ちしてくれてる人がその日も出待ちしてくれてたんですけども、その日ゲスト出演していたスターが劇場から出てきたら、僕にサインもらってる最中なのに向こうにブワって行っちゃったみたいな寂しさあるじゃん。それをブロッコリーに味合わせてたかもしれない。ごめんなさい。美味しいじゃん。やっぱりブロッコリーもただのブロッコリーじゃないじゃん。やっぱニンニク効いててめっちゃ進むよ。まだまだ切っていきましょう。まだね、全然序盤ですから、イメージ的には。はい、これはもうね、一口じゃ無理だ。こうカットしていって、ステーキソースもいっぱいありますから、この中でいきなりソース甘口、これをこうかけて、でなんならこれをこれの上にこう乗せて、そんでこう切ったら、あれ待って、これ寿司じゃない？待って、これ寿司を食う。いや、寿司うま。そんでやっぱり60万人になってくると初期の原型はだいぶとどめなくなってくるね。では今度はシンプルにわさびと醤油っていうパターン。よいしょ、これでどうなんだ。もうこれも絶対美味しいよね。うまいに決まってる。でこの醤油とわさびと食感グニュングニュンの柔らかいお肉、焼き加減レアだからほとんどお刺身みたいな感じで、だからさっきの寿司を食うをこっちのわさび醤油でやるべきだったってちょっと反省もあった。お肉に関しては半分くらいは食べてるんですかね。ただ今から1個食べると思っても結構なサイズ感ではあると思います。大きいですね、普通の一食よりはね。でもはっきり言ってお腹に関しては全然大丈夫です。まだまだいけるくらいの感じなので、そんだけお肉が美味しいってことかもしれないね。醤油が思った以上に美味しかったのでもう一回醤油でいっちゃおうかなと。いや、ずっと美味しい。ずっとだよ、もうずっとテンション上がる光景でしょ。もうじゃあちょっとね、こういうねこだわりのおしゃれアイテムとかもあったりしますから、こう振ります。たまんないね、まだたまんない。もう穴の開いたバケツだよ。ずっとたまんない。そんでやっとこの面積だけで言ったら普通のステーキ、すいませんまだ全然でかかった。うわー綺麗、長くて綺麗な断面で、このタイミングでいろんなことを経験してもう一回ここでわさびに戻ってきたい自分がいるというか、やっぱシンプルわさびめちゃくちゃ美味しい。こっち側は初めから上にガーリックチップとかガーリックバターとか乗っちゃってる状態だから完全にあの時の味ってわけじゃないんですけれども、だからレトロ自販機巡りとかをしてて、この自販機すごくいいんだけどもお金入れて値段が出るとこの電子表示とかがちょっと今っぽくなっちゃってなんだか寂しさはあるんだけども、でもやっぱいい。最高だね。でいよいよ本当に終盤戦なんですけれども、個人的に今回は
ホットソース&わさびが美味しかったので、最後はもうこれだけでいってみたいと思います。よいしょ。おい、大体にかけたよ。暴れん坊のお肉をこう切って、でわさびをのせていきます。でもう完食一直線ですね。はい、ラスト一切れはちょい脂身の部分、脂身はデザートみたいな感じ。ごちそうさまでした。いや 600g すごい量かと思ったんですけども、結局食べてみたらペロリでしたね。いや本当に美味しくがっつり楽しいメニューでございまして、皆様本当に60万人登録ありがとうございます。今後ともハイジ名作劇場マイペースで楽しく頑張っていきますので、よろしくお願いいたしますっていうのはいいんだ。それはいいんだ。それはいいとして、また変なコメント来てんだ。だから紹介しますけれども、ゴーダの飛び森さんからのコメント。初めて見ましたが、オペラ歌手の方ですか？どこでそう思ったの？ちゃんとオペラ歌手とかじゃないってことを分かってもらうためにチャンネル登録よろしくお願いします。